Ryosuke Nakamura has made a name for himself in the anime industry by directing works such as Psychic School Wars and Grimgar, Ashes and Illusions, as well as openings to many fan favorites such as Made in Abyss and Your Lie in April. But before that, he got his start at Studio Madhouse, working on cult classics such as Hajime no Ippo and Monster, before making his director debut with the eerie and intriguing series, Moryo no Hako. Let's dive into the mind of this genius. はい、演出と中村のいきなり間違えた演出と脚本やっている中村です。マッドハウスには1999年からちょうど10年所属しました。A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? 児童文学のサークルで一緒だったんです。そこで出会いました。で、彼も児童文学が好きで、僕もすごく児童文学が好きで、活動としてはその面白い児童文学をそれぞれが紹介して話すっていうだけのねサークルだったんですけど、そこでさまざまな児童文学について話すと、児童文学ってアニメーションになってることも多いから、でアニメの話にもなって、で僕は実は大学に入るまでほとんどアニメって見たことがなくて、アニメーションっていうものに抱いてるイメージってドラえもんとかサザエさんとか夕方に放送してるようなアニメだったんだけど、アニメしか知らなかったんですけど、そこで初めてアニメで深夜にやってるような作品だったりとか OVA だったりとか昔の劇場だったりとかで素晴らしい作品がいろいろあるってことを知ったっていう感じでした。2つ印象に残ってた作品があるなと思いまして、一つは佐藤純一さんの魔法使いタイっていう OVA のシリーズ。実はね、その作品見るまで OVA っていうものがあるのも知らなかったんだけど、こういうつまり放送してるアニメ以外にこういう作品も作られてるんだなって思いました。でもう一つはね、もう誰もがね知ってると思うんだけど、エヴァンゲリオンがで当時はね、放送はもう終わっててレンタルで見てたんですよ。で僕は20話で1回止まってたのね。でその後事情を知ったんだけど、21話から先で作り直したいところとかがあって、で後々それが劇場版になってったりしたんですけど、僕からすると20話まで見てすごく面白いなと思ってて、俺先はどうなったんだとでいつまでもその21話目が店頭に出ないから借りられないっていうね、僕にとってそのエヴァンゲリオンの思い出はね、そういう感じでした。そういう深夜にねやってるアニメを初めて見た時に思ったのは紙芝居的だなとは思ったんですよ。これ正確な言い方かな。だからね、最初エヴァンゲリオンとかもそうなんですけど、動かすポイントを絞ってるアニメーションの見方が最初よく分かんなくて、最初はねちょっと違和感があって入りにくかったんですけど、見てるうちに動かすところを絞ってるせいでかえって映像で伝えたいことの意味がより強く伝わるなって思うようになったんですね。そう感じるようになったんです。でその表現のメリハリっていうんでしょうかね、たくさん動かせないっていうことを逆手に取った、だからこそそれを生かした表現っていうのが面白いなと思って、これが最初に多分アニメに感じた自分の面白さだと思います。もともとね全然考えてなかったんですよ、アニメの仕事やるっていうのは。で自分の個人のね自分が得意としていることでいうと、自分はね文章を書くことが得意だったんですね。でその当時ねなりたかったのがねスポーツライターでね、若いから、思い上がってたことにそれは自分はねいつでもできると思ってたんですねこれは俺は得意だからスポーツライターにはいつでもなれるだろうと。それまでの間他の自分が見たかった業界見に行こうと思ったんですよ。それがアニメだったり実写の映画だったりゲームだったり、イメージとしてそれぞれ3年ぐらいずつ見てでいろんな人と会っていろんなことも学んで、
でそれでスポーツライターになったらいいかなってねこう思ってましたなんですけど、最初にその見たアニメの現場がとっても面白くて、とっても面白い場所だなと思って、今でもそのアニメを作るってとっても面白いことだなと思ってるし、だからこんなにも長く続けてしまったんだけど、入った当時はこんなに面白いもんだとね思ってなかったんですよね。だから本当になんか大学の頃はやりたいと思ってる職業でいうとそのアニメーションの仕事っていうのはもう実は全然リアリティがなかったんだけれども、まさかねこんなに長くやることになるとはねっていう、そんな感じです。でマッドハウスアニメ業界に行くならばディレクター志望だったんですね、僕は。で演出になりたいなと。その平山くんが調べ物してくるとか僕よりずっと得意だから、マッドハウスっていう会社は俺は演出になりやすいと思うとでそんなことよくわかるなと思うんだけど、でもね実際になりやすかったんだよ。本当にこの3年ぐらい見に行ってみたいぐらいの気持ちだったから入社のための面接があったんだけど、マッドハウスの作品で好きな作品は何ですかって言われて、やっば調べてないやっば調べてないなと思って、これは落ちたかなと思って帰ったら多分人手が足りなかったみたい。人手が足りなくて、面接に受けた人は全員後から聞いたら全員合格だったらしくて、それでマッドハウスに入ることになったっていうね感じです。でもね僕らの世代って撮った人たちもこんなに長く残ると思ってなくて、やっぱアニメの会社ってもう辞めちゃうことの多い会社ではあったから自然に減るだろうと思ってたんだけど、僕らの世代の人間ってなかなか減らなくてやることもないまま暇でだからねかかってきた電話を取るぐらいしかやることがなくって、しかもね自分たちの席もないのね。だからその辺立ってうろうろ歩いてるんだよ。やることもなく。で電話かかってきたらプロパシって取るからだんだんですね電話をいかに早く取るかみたいなゲームになってきて、でこれ平尾くんが気づいたんだと思うんだけど、電話はプルルって言う前に先に光るんだといや今もう素晴らしい作品いっぱい送り出してる平尾くんがまだ20歳の頃の話ですけど光るんだと。なんで光ったらもう取れば誰よりも早く取れるんだと。でも誰よりも早く電話取ってもしょうがないんだけど俺たちねそれぐらいやることなかったんですよ。でその時にマスター・キートンって当時放送が終わって、でパッケージ用の追加話数って制作してたんですね。でそのうちの1本の話数をマスター・キートンのある制作の僕の先輩の方が回してたんですけれども、ある日来なくなっちゃったんですよ会社にね。でみんなどうしたんだろうと思って机の引き出しを開けてみたら辞表が入ってたんですよで困るじゃないですかその制作ね。そういうことになったんで、じゃあ中村お前が引き継げって僕言われたんですよでそれがね入って半月ぐらい経った時のことでした。途中の話数だけどお前が進行で引き継げって言われて、これやることできたわけじゃないですか。嬉しかったですよすごく。でみんないいなって言ってで進行ってどうやってやってんのみたいな感じで、なんならちょっと手伝ってくれたりとかしてね、その人をどう育てるかっていうこともきちんと決まってるような会社ではとっても起こらないようなカオスな状況でして、でもだからこそ人が育ったかもしれないなって今思えばね思うんですけど、何にせよちょっと僕が最初進行したきっかけはこんな感じでした。そうだ今思い出して自分にとってとっても貴重な経験だったと思うのが、マスター・キートンはねまだセルだったんですよ。でセルからデジタルになっていって、アニメーションの表現の幅が飛躍的に広がっていって、でそれはね表現としてねとってもいいことだと思うんだけれども、一番最初そのセルアクリル絵の具で描かれた背景の上にセル画を載せて一コマ一コマ撮影していく、実際1コマじゃなくて2コマか3コマぐらい撮影していくけれども、それでアニメーションっていうのができているんだっていうのを見られたことはもうとっても幸運なことだったと思います。あれが見られて本当に良かったと思ってます。初めの一歩が初演出っていう人が僕ら以外にも、僕らの何代か前の先輩方、松原さんとか川村さんとかもそうで、
要するにその初めの一歩のその西村監督にその新人がたくさん託されちゃってたんですね。だから西村監督ねとっても大変だったと思うんだけど根気よく僕らの面倒を見てくれて幸い本当にそこからいい演出がいっぱい育つことができたんじゃないかなとは思ってます。いや本当ね西村監督にはいつか何か恩返ししたいですよ本当に。はい、西村監督って面白いなと思ったのがその、編集するじゃないですか。まずね原画レイアウトラフ原ぐらいまでなってたのをその紙でその撮影したものを定着に持っていくわけですけれどもそれって例えばその翌週ぐらいに声優さんがアフレコするわけじゃないですか。で監督がチェックするついでに多分ね僕以外の人にもやらせてたと思うんだけど一人アフレコしろって言われるんですねその演出がどれだけその話数をその自分の中になんかきちんと入れてるかっていうか消化できてるかっていうことを見たかったんだと思うんですね。で西村監督曰く僕はめちゃくちゃ熱演したらしくてですねキャラクターごとの口調とか変えながらめちゃくちゃ熱演したらしくお前の思いは分かったって言ってました多分もう演出としてはまだめちゃくちゃ下手くそだったと思うんですけど、まあ、思いは分かったと、はい、そう言っていただけて嬉しかったです。僕もその制作進行とか演出助手とかそういう仕事をやってたと思うんだけれども脚本の仕事もねどういうものなのか興味があったから僕入ったきっかけのところでも話しましたけど何でも興味があったからでもう見てみたかったんですね。脚本どういうふうに作ってるのかなと思って、その初めの一歩はとっても原作がよくできている仕事だからその新人のその脚本家がその脚本の書き方を練習する上でとってもいい作品だっていうふうに丸山さんが思ったっていうことですね。で僕だけじゃなくて何人もその脚本家志望の若くて制作やってるような子とか書きたい人だったらもうどこからでも来ていいよみたいな感じで一歩の若手脚本チームそれをシリーズ構成の浦畑さんがまとめてだから演出における西村さんみたいな立場が浦畑さんですね脚本の場合はね。でそれでかなりの本数書くことになりましてで自分自身が原作をねそのまま引き写しているように一見見えるんだけれどもでもどういうふうに一つの話数としての起伏を作ってセリフをねあんまり足したりはしないんだけどどう密度の調整していくかみたいなこととかもとっても勉強になったしそもそもやっぱとっても優れた作品だから初めの一歩物語としてでそれがどう優れているのかっていうのを自分自身が書くことですごく学びになりましたね。だからすごくやってよかった仕事だと思います。その後何本も演出するのはあれなんですよ花田少年誌すみませんすぐ出なくてタイトルがこれもねもう原作もとってもいい原作でその監督の小島さんキャラクターデザイナーの金森さんというコンビがもうめちゃくちゃハマっててもう僕もやりながら花田少年誌が大好きでしょうがないというか、はい、で花田少年誌の演出やるときに最初ちょっとね丸山さんにやっぱ止められたんですよ。でお前は演出向きじゃないと。でそれはなぜかっていうと僕はね絵が全然うまくないんですね。最初全然描けなくて例えばね荒木くんとか平尾くんなんて僕初めて見た時からもう全然めちゃくちゃ絵がうまかったですよ。荒木くんなんてもう全然アニメーターでもいけるんじゃないかなっていうレベルだったと思うんですよね。でそれに比べるとだからね僕の絵っていうのはなんて言ったらいいんだろう好きで描いてきましたみたいな人のレベルにも全く到達していないもう何が描いてるのか分かんないレベルの絵しか描けなかったんですね当時はね。でなんでもうそれだとマットハウスで演出やっていくのは厳しいとだからお前は文章の方が得意に見えるからお前は脚本の技術を磨いて浦畑さんの後継ぎになれと言われたんだけどお断りしますとで演出が面白いなと思ったんで演出やってみたいんですっていうふうに花田少年誌の演出にも誘ってもらえてるからそれやりたいんですって言ったらもう勝手にしろって言われてそれで花田少年誌に入ったっていうね感じでしたね。僕は小島さんの演出が大好きで優しいんですよとても小島さんの絵ってなんかねこう描いてる人のね優しさが伝わってくるんですね。で絵で例えばマスター・キートンの物語とか見せるとこの手読んでるだけでもなんかちょっと涙うるってきちゃうなみたいなね感じなのね。でなんかねでもねそれが例えばこう
お客を泣きに持っていくためにすごく押すみたいな感じじゃなくて、すごく品がいいバランスで見せていくっていう。あとね、その脚本からは感じ取れないようなその人間の心の機微みたいなことを、その微妙で繊細な感情とかを脚本、ごめんなさい、絵コンテの小島さんの絵コンテからは感じるんです。でそういった部分が当時のね、若い頃の自分にはそれが正体が何なのかよくわからないけれども好きだった。で今ならもっと正確にいろいろ言葉にすることができると思っていて、例えば小島さんに最も似た演出家でいうと、今ならクリント・イーストウッドと思うんですけど、なぜ小島さんの演出が自分がそんなにいいと思うのかを自分が知りたくて、小島さんにちょっとずっとくっついてたみたいなね、そういう感じだったと思います。僕はね、師匠だと思ってます。で特にじゃあ今日から師匠と弟子でやりましょうっていうことを話したことは一度もないんですよ。でも僕が一方的に師匠だと思ってるっていうだけのことなんですね。でも小島さんもでも別に俺は別に師匠なんかじゃないよって言いながらも何くれと僕の面倒を見てはくれたなと思ってるんですけど、もう何年もね、僕の席のすぐ後ろの背中合わせのところで背中と背中がくっつきそうなところでずっと小島さんが仕事してるわけだから、もうその中からもう僕はめちゃくちゃたくさん盗むことがあったんですよ。だから僕の演出は誰から一番学んだかって言ったら、もう間違いなく小島さんからだと僕は思います。あれも物語として完成されてるから、それ絶対の不分律として原作のセリフを変更してはいけないっていう決まり事があったんですね。削っちゃう場合はあるんですけど、分量の場合とかでそのぐらい素晴らしい作品だから、そのセリフを変えようと思う前にそのセリフを有効にどう聞かせるかっていうことを演出として考えるべきだっていう考えがあったんで、その丸山さんと小島さん以下、あと浦畑さんかな、以下シリーズ構成またそっちの浦畑さんですけども、それ以下そういう方針だったのだと思います。モンスターの漫画ってかなり映像的な作りになってるんですね。これは演出ってたった1個の正解がある話じゃないので、実はこれも小島さんの口癖だったんだけど、これ僕の考えとして聞いていただければと思うんですけど、一見するとあのコマをつなぎ合わせていけば映像作品になりそうに見えるんですよ。でもね、本当はそうじゃないんです。なぜかっていうと、その漫画の演出、あくまで漫画の演出の中で映像的なニュアンスを加味したそのとても優れた漫画であって、その映像の一コマ一コマではないんですよ。でつまり僕が演出としてやんなきゃいけないことは、この原作が大事にしている映像的なリズムであったり、映像的な演出であったり、映像的な見せ方というものを映像作家として自分なりに再解釈して、でもう一回形にすることで、なんでこれが僕がモンスターの絵コンって書いたり自分が演出するときに必ず自分に課してたルールとして、原作とそっくり同じコマは絶対に1カットも作らないと。これね、本当は作ってもよかったと思うし、小島さんなんかは効果的に原作と同じコマを作ってたんだけれども、僕みたいなまだ経験の浅い演出家にとっては自分自身にそういうルールを課さないと、それぐらい原作の説得力って強いから、ついついねそれに引きずられてしまうんですよ。だから僕の場合はこの原作の絵は絶対使わないんだけれども、でもその原作の本来持っている良さっていうのをそれ以上に映像として表現するっていうのを自分に課したミッションとしてずっとやってました。でもね、多分ね、一番最後に演出した話数だと思うんだけど、そのグリマーさんがね死ぬその話数の時はね、もう何度も何度も原作読んで、もうこれだけは原作のコマのままやろうと思ったところが2箇所あって、それはグリマーさんがその感情をなくしてしまったグリマーさんっていうキャラクターがその激怒してもう一回感情を取り戻すところと最後死ぬところ、この2つはこれは原作のコマを上回る映像は自分は作れないと思って、その2箇所はそのまましました。ちなみにね、打ち上げでこれ自慢していい打ち上げでね、浦沢先生が最も印象に残った話数としてその話数をね上げてくれました。もう本当に嬉しかった。僕は、はい、僕の思いが届いたのかなって思いました。今だったらもうちょっと自然に通りやすい話だと思うんだけど、当時その息子がねちょうど2歳ぐらいだったのかな。で少し子育てして仕事離れて子育てしたいんですよねって言ったら、みんなって言ってた。でも僕にとっては結構かけがえのない時間っていうか、やっぱその子供が生まれて、その子育て
をどう考えるのかなって思った時に、やっぱりなんかその全く自分が経験しないまま知らないまま行っちゃうのは嫌だなと思ったんですよ。これまた今日僕何回言ってるんだろう。それで経験してみたかったんですよね。だから妻看護師なんですけど、妻にそこからフルタイムで働いてもらって、でその代わり僕が家で主婦やるっていうスタイルで2年ぐらいやってました。辞める前に「お前そんなことしたら難しくなるぞ」っていろんな人に言われて、でもなんなら丸山さんにも言われた。その話そういうふうになんか休むんだってなって聞いたぞって言って、でもそうすると監督には目指さないっていうことなんだけどいいのかって言われて、いや目指さないっていうことじゃないんだけど休みますって言ったと思います。毛量の箱って実はね、ちょっと前任の監督の方がいらっしゃって、でちょっとその丸山さんとの折り合いが悪くなって、ね、降板されちゃったんですよ。で引き継がなきゃいけないんだけど、引き継ぐ時にはだからちょっともう時間もない中でのことになるから、その社内の人間でよく分かってる人間の方がいいだろうってことで、ちょうどちょっと空いてた人間として、その力量的には中村がやれるんじゃないかっていう押してくれた人がいたんだけど、丸山さんはいやそんな子育てするって言って2年休んでるやつに監督みたいなその心身に負担のかかることは任せられないだろうって言ってね、随分反対したらしいんですけど、丸山さんのことを押し切っちゃって、なんか僕を、監督にっていうことだったらしいんですよね。でも丸山さんは終わった後にお前はよくやったって言ってすごい褒めてくれましたけど、もともとやる前は反対だったっていうことなんです。でそういう事情だったんで、実はね前の監督が打ち合わせした絵コンテっていうのがもう何本か上がってたんですね、その時点で。でしかもね書いたメンツがすごくて、で僕の師匠の小島監督と、あと浜崎さん、浜崎弘さん、浜崎弘さんから読み方ごめんなさい、浜崎さんと浅香さん、もう全員レジェンドやんけみたいなその人たちの根底を俺にどうしろとみたいなレベルのものすごく素晴らしいコンテが上がってたんですよ。でもねそれは普通にシナリオだけ解釈したらどう絵を作ったらいいのか、つまり絵を作った上でさらに一本のストーリーとしての起伏をどう作ったらいいかが非常に難しい作品だったからなんですよ。なんでそういう監督級の人に根底を任せて、その人たちがどういうふうにそのミッションを、その課題をクリアしてくるのかっていうのが作品のためになるだろうっていう、多分これ丸山さんの采配だったんじゃないかなと僕は思うんだけれども、それがねめちゃくちゃ僕はその後助かりました。アニメーションなんだからちょっと途中から何かその現実の理屈をカメラが超えてってったりとか、いつの間にか現実と空想の合間が境目になってカメラがずっと空想のシーンを映してるみたいな、その現実と空想の世界の境界が曖昧であることが毛量の箱っていう作品の面白さにつながっていて、それは例えば浜崎さんならば全く違うパターンでそれを考えてくるし、で浅香さんは小島さんも全員違うパターンで考えてくる。これが作品の豊かな個性になった上に、しかもねラッキーなことに僕は先にそのお三方の根底をね見ることができたんですよ。でそんなこと考えるんだと思って、それでじゃあ俺ならこうするかなと思って書いたのが自分の1話だったり最終話のコンテっていう感じなんですよね。だから毛量の箱の演出的に見たらなんでこんな高度なことやってるんだなみたいなことはもう僕一人の力では全然なくて、そのお三方の力なくしては、あとその各話演出として入ってくれた先輩方の演出も力のある人たちがばっかりで、そういったことにもすごく助けられた作品で、もう1本目の監督作品で、こんな恵まれた環境でやれたっていうのは本当運が良かったなって。浅香さんのコンテで僕がね一番ハッと思うのは言葉で言うとすぐ出るんだけど、詩情っていうポエティックであるっていうこと。でもねもっと言うとウェットにポエティックなんじゃなくて非常にストイックさを感じるポエティックさなんですよ。これが出せる人ってなかなかいなくて、部分のアイデアやそういったさっき言った現実じゃない世界にどう入っていくかで、その世界をどう見せるかであったりとか、その中での尺の使い方であったりとか、本当にここの部分がそうですとは、言えないんだけど、全体としてそういう効果を生み出すっていうこと。ガンスリンガーガールっていう作品の時に1本だけ演出を手伝っていて、その時にやっぱね浅香さんの演出がもう本当今言った意味でストイックなポエティックさが
本当にすごいなと思ったんだよね。例えばその雨の中で、例えばクライマックスのシーンで、ある人物が銃口を突き続けるみたいなところで、例えばこの降ってる雨をどう見せるのかみたいなこととかがもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。でその時のやっぱその印象のままっていうか、で毛量の箱でもやっぱり浅香さんってそういう作り手だなっていうふうに思わされる絵コンテ、だったなと思います。小島さんのエピソードはね、僕の中でツインピークスっぽいなって思ったかな。やっぱそう思います。小島さんってデビッド・リンチ大好きなんですよ。でもやっぱり何本か見ていて、でそこから感じる、なんて言ったらいいのかな、なんかある種の不条理感っていうか、なんかね、僕の中ではあんまり小島さんらしくない、でもだから悪いってわけじゃないんだけど、小島さんらしくない、でも小島さんはこういうことも好きだったんだなっていうような、別の小島さんの面を知るような、作品でしたね。絵コンテでしたね。毛量の箱のキャラクターデザインの時にクランプさんの原案とその西田さんのキャラクターデザインに対してクランプさんが納得いってないっていう話がね、やっぱあった時に浅香さんとはねやっぱ相談したんですね。で僕のね一番最初の実は僕の態度っていうのは、キャラクターデザイナーが描く絵が作品の正義ってことにならなかったら何が正義なんですかと、だから丸山さんに対して僕はだから言って、ちょっと強硬すぎる感じではあったと思うんだよね。で浅香さんとちょっと話した時に、でも俺はだからカードキャプターさくらの時に大川さんとずっと長くやってきたけれども、大川さんっていうのは全然話が通じないような人じゃないし、大川さん、クランプの大川さんっていう人のことは信頼していいと思うよって浅香さんが言ったんですね。それ聞いてから、そうか、クランプさん、その大川さんがちょっとこの今の現状の西田さんのキャラクターデザイナーで納得いかない部分があるっていうんだったら、もうちょっとそれがどうしてなのかで、どういう部分が最初の原案のイメージと違うと感じているのかみたいなことをもうちょっと繊細に自分も拾い上げなきゃいけないなって思って、ちょっと最初の態度を反省しまして、だったらじゃあ大川さんに話聞きに行くかってことになって、ちょっと連れてってもらって、そのクランプさんが当時一軒家でね、クランプの皆さんが集まってお仕事してる場所だったんだけど、そこで大川さんからお話聞いて、やっぱね直接話したらやっぱなるほどなと思ったし、浅香監督が、浅香さんがすごく信頼できる相手だよって言ったのも分かりました。で折り合いをつけるっていうとちょっと前向きな言葉じゃないけれども、その僕たちの新しい毛量の箱をどう作っていくのかっていうことを、西田さんと、なるべくできる限り自分にできる限り真摯に話し合って、西田さんも途中で自分のキャラクターデザインのここは守って、でもここは新しい方針で変えていきましょうっていうことに納得してくださってからも、西田さんらしいパワフルさでとても素晴らしい仕事を残してくれて、関わった皆さんにとってはね、終わってみればいい作品になったんじゃないかなと思います。それは嬉しいです、監督としては。とても各自なんか一つ日本の古典を1個選んで、それとジャンプの漫画家さんがキャラクター原案書いてくださるから、それとの掛け合わせで自由になんか個性発揮しろみたいなニュアンスのね、プロジェクトだって聞いてました。井上武彦さんでその短編は菊池寛の温州の彼方で白黒でやりたいって言いまして、そしたらそれはちょっと折り合わなかったみたいな話で、でも例えばでも走れメロスがやろうかって言ってて、でまだ手を挙げてない人いるんだけどどうだって言われて、でテニスの王子様の好みさんがキャラクター原案書いてくださるよみたいな話で、いや面白いんじゃないですかねと思って、でそれをメロスをそのままやるんじゃなくて、メロスはね実はね沖浦監督が監督じゃないな、監督が別の方で沖浦さんがキャラクターデザイナーですでに映画化したことがあって、メロスの話をそのままやるんじゃなくて劇中劇でやるっていうことでよければやりますみたいな話を確かした覚えがありますね。青い文学についてはね、僕以外の人たちがみんな苦労してるのはね、なんかちょっと聞いてはいて、なんか大変なことになっちゃってるなと思ってて、だからね実は放送順で言うと僕がね本当にメロスが一番最後だったんだけど、ちょっと石塚さんのやつが丸山さんとの間でなかなか OK が出なくて苦戦してるから順番入れ替えてあげてって言われて、自分が一から立ち上げたプロジェクトであるメロスにはすごく思い入れがあって、前後編とも自分がコンテンツ絶対やりきろうと思ってスケジュールを割り振ってた
ですね。なんで結構ねその放送の1ヶ月ぐらい前に急に放送が前倒しになるのはすごくね焦りました。本当最後ギリギリで、その毛量の箱だから途中から入って自分にとってはとっても思い入れのある作品で、でもとても時間のない中で作った作品ではあったんで、なんかもうちょっと自分自身が全部をコンテンツして全カット自分が演出チェックしたらもうちょっとこういう風にできたかなと思うところもあったんで、その思いをぶつけたのが僕にとっては青い文学のメロスで、でも多分ね青い文学のねラインナップの他の皆さんとの温度感でいうとなんか俺だけ多分頑張りすぎた、頑張りすぎたかもしれなくて、まあちょっとなんか浮いちゃってたらすいませんみたいな感じではあるんですけど、まあ自分にとってはとても思い入れのある、作品になりました。せっかくだから覚えてるまませっかくの話すると、監督の仕事これ社員だから次にこれやれっていうふうに言われたんですよ。でもね僕ね断ったんですね。で断ったんだけどすごくいやどうしてもやれって言われて、でその時にねすごく監督とは何かってことをね丸山さんとの間で話したんですね。で僕の考えは社員だから各話演出だったりとか、あるいはどのようなヘルプとかでも必要な状況があれば何でも自分をやる気だし、でなんならそういう作品を手伝ったことがすごく面白かったり勉強になったなと思うことがとっても多いから何でもやるつもりなんだけど、監督作品だけはやるかやらないか決めさせてくれと言ったんですね。であと頻度かな、そんなに頻繁に監督やりたくないと、自分はだからそんなに次々と監督作やれるようなタイプじゃなくて、もう少し考える時間とかじっくりあって期間を空けながら作りたいっていう話したんですけど、社員なのには何を言ってんだっていう話になりまして、だったらやめますっていう話になりまして、それで僕はやめました。僕が知ってるのは本当にたかだかその10年なんで、もうマッドハウスってもうとっても長いじゃないですか。で偉大な先輩たちがいて、僕が知ってるマッドハウスっていうのはねまずねさっきちょっとカオスっていう悪い意味で言うとカオスなんだけど、でもね逆に言うとねどんなこともね受け止めてくれる、そういう懐の広さがあったなって思います。だから僕みたいな普通ならばアニメ業界でやっていく上に必要だと思われるスキル、絵を描けるとかそういったことが何もないまま入ってきちゃってるし、あとちょっとインタビューとかでもつい熱心に話しすぎてるかもしれないんだけど、実を言うとあんまり空気を読むのが得意じゃないみたいなね他の人と比べて僕だけすいませんの温度感違ったら申し訳ないんだけど、あんまり空気とか読まないみたいなところで、業界にあんまりね適性のない人間にね見えたと思うんだけれども、でもそんな僕のことも面白がってくれて、こういう風な使い方でやったらなんか面白い仕事するんじゃないのみたいな風に僕のことを受け止めてくれたなと思います。で同期にもやっぱとても素晴らしい、僕は友人って思ってますけど、友人たちがいて、でなんだろうな仕事する中でも本当に学ばせてもらった、だから僕にとってもね感謝しかないですよね。そういう意味でもう時期の僕のいたマッドハウスの10年間はもうマッドハウスはねもう本当に素晴らしい会社だったと思います。あんな奇跡はもしかしたらそんなにないのかもしれない。で僕らの世代ってだから演出とかもあんなに育ってて、演出ってどうやって育てるんですかって言われるんだけど、いや別に誰も手取り足取り育てられませんでしたよって、いやなんならみんなで電話取る競争とかしてましたみたいなそういう話になっちゃうんだよ。でもねなんかね人が育つ現場ってなんかね教えるシステムが整ってるから育つみたいな簡単なことじゃないのかもしれない。なんかねそんなことを思わせるスタジオでした。それが僕が思うマッドハウスです。 Our interview with Ryosuke Nakamura comes to an end. In the next episode, we highlight a very successful director who conquered the hearts of fans with anime such as No Game, No Life and A Place Further Than the Universe, Atsuko Ishizuka.